こんばんは。マインドスポーツオリンピアドグランプリ2022プエルトリコラウンド2を解説します。今回は1択で4人です。ラウンド1で1位だった人が集まっています。気を引き締めていきたいと思います。順番は3番目です。悪くありません。初手、開拓者で採石場は想定通りです。次にトウモロコシを取るのがセオリーですが、砂糖を取ってきました。トウモロコシが取られていたら砂糖を取るつもりでしたが、トウモロコシが残ったのでトウモロコシを取りました。小さい市場はコスパが良いので、優先して取ります。意味のある手は、市長、金鉱掘りですが、人一人多く取れる方が序盤は良いので、市長を選びます。小さい市場に人を置くか迷いましたが、次、緑がおそらく市長を選ぶので、青が監督してくる可能性を考慮し、トウモロコシを2つ稼働させることにしました。緑は市長ではなくボーナスの乗った商人を選びました。そうなると、青に商人を選ばれる心配がないので、生産力を生かしてボーナスの乗った監督を選びます。この後は、青が船長、赤が市長と呼んでいて、次のターン、開拓者を選んで採石場を取ることを考えていました。予想は外れ、赤は開拓者を選びました。自分の前の順番の緑がタバコを選んだため、タバコは取りません。プエルトリコは基本的に前の順番の人と同じ商品は売りづらくなります。タバコやコーヒーは高額ですので、前の人の動きに注意する必要があります。今回の場合は、前の順番の緑がタバコ、後ろの順番の青がコーヒーのため、コーヒーを取りに行くのが良いです。ただ、今はコーヒーがないのと、お金もないため、砂糖を選びます。青に建築家を渡すと、タバコ保管所が変えてしまいます。少しでも遅らせるため、建築家を選びます。小さな砂糖工場で砂糖生産の準備をします。砂糖が生産できるように人を配置し直します。コーヒーがなく、タバコばかりで微妙ですが、緑が1ダブロンしかなく、しばらくタバコの生産ができなさそうなので、タバコを持っておくことにしました。2ダブロンしかなく、悩みましたが、何も買わないのももったいないので、
建設小屋を購入しました。この監督は痛いです。自分だけ何も売れません。売れなかった代わりに、ボーナスの乗った船長で1ダブロン稼ぎます。開拓者だけボーナスが乗っていて、次、開拓者を取るつもりなので微妙ですが、建設小屋を稼働させます。建設小屋を稼働させて、いつでも採石場を取れるようになったので、今はトウモロコシ大量生産体制を作ることを優先させます。このあたりで、出荷しまくって勝ちに行くイメージを持ち始めました。2ダブロンしかないため、ちまちま小さいインディゴ工場を買います。青にコーヒーを2つ持たせておくと、売却して商店が空になった後、すぐにまた売却できてしまいます。そうなると青が独走してしまうため、コーヒーを1つ減らす意味でも、船長を選びました。次の商人の時には何かしら売却できると思いますので、小さい市場を稼働させます。建設小屋を稼働させていますので、開拓者ではなくお金を優先し、金鉱掘りを選びました。建設小屋を生かして採石場を取ります。
そして即採石場に人を配置できました。これはラッキーです。建築は5ダブロン以上で一気に建物の価値が上がりますので、5ダブロンの買い物ができるようになったのは大きいです。次、建築家が来たら大きい市場かタバコ保管所を取る予定です。自分の前の順番の緑がタバコ生産できる状態になっていますので、ここはトウモロコシを高額で売れるようにするため、大きい市場を選びました。近鉄でなかなか厳しい戦いです。市長で大きい市場をさっさと稼働させたいところですが、今市長を選んでも3人は不要です。今のところ人は2人で十分ですし、次のターンでおそらく緑が市長を選び、2人手に入るので、ここは1ダブロンでも確保しに、金鉱掘りを選びました。トウモロコシを大量生産し、出荷していくことを見据え、小さい倉庫を購入しました。大きい市場、稼働です。小さい倉庫も稼働させられました。トウモロコシを積極的に取ります。
小さい市場、大きい市場が稼働しているため、砂糖でもそこそこついていけます。船長で1ダブロン取りつつ、7タルの船をトウモロコシで確保します。出荷で稼げるよう、港を取ります。青の建築スピードについていけるかどうかがポイントです。港を稼働させ、トウモロコシもフル稼働させます。さあ勝負。今更のオチは不要ですが、1点稼ぐために購入します。インディゴと悩みましたが、1ダブロン足りずに10ダブロンの建物が買えないといったことが起こらないよう、採石場を取りました。速攻、人を配置し採石場を稼働させます。建設小屋はそろそろお役御免。運よくインディゴかトウモロコシが来たらいいなと考え、農地を稼働させました。船長が選ばれて運が良いです。出荷点数を稼ぎます。
ここで商人を選ぶよりは、ボーナスの載っている金庫を掘りで自分だけ2ダブロン取るのが得策です。次のターンで赤が商人を選んでも、トウモロコシを売ることができます。出荷はありがたいですが、船が埋まり、次、トウモロコシが出荷できなくなる可能性があり、微妙です。ここで監督した場合、次のターンで緑が船長を選び、インディゴを5タルの船で出荷すると、残念なことになります。7タルの船にタバコが乗っているため、港を生かし、より出荷点数を稼ごうと、ここでタバコ保管所を購入することにしました。青的にはさっさと終わらせたいのだと思います。人はあと11人、空きマスを数えて、まだ終わらないことを確認しました。でももう人がいないため、いつ終わってもおかしくない状態になりました。10ダブロンの建物は結局買えず、少しでも点数を増やすため、3点のコーヒー焙煎所を購入しました。監督をして、青が船長を選んだ場合、砂糖1、タバコ1の出荷で4点しか得られません。その場合、青はコーヒー2の出荷で3点、赤はコーヒー2、タバコ2、砂糖1の出荷で5点、緑はタバコ2、砂糖1の5点と、あまり得になりません。出荷点数は、全体で48点のうち、20点を取っています。残り28点を3等分すると、だいたい平均9点ずつ。青のギルドホールのボーナスは6点、赤の皇帝のボーナスは7点であることを踏まえると、このまま終わらせても勝てると判断。あえて市長で終わらせに行きました。
青が開拓者を選んだため、勝利ポイントの変化はもうありません。さあ、最終得点の計算です。無事に勝つことができました。序盤に出荷点数をコツコツ稼いだことと、終盤に勝利ポイントを意識した建設ができたことが良かったと思います。これで2連勝、良い出だしです。プレイの感想やご意見、選択の意図の質問などは、ぜひコメント欄にお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。